荘厳な城の前で大勢の音楽隊の中心に立ち堂々と歌い上げる一人の女性。先ほどの様子は世界最大の軍楽祭におけるフィナーレの場面です。イベントに参加した全出演者が一つの曲を共に伴奏する中、あの女性は世界代表として独唱を行いました。そんな名誉あるポジションに選ばれた人物には当然注目と称賛が集まったのですが、なんと彼女は日本の陸上自衛隊音楽隊の松永美智子さんだったのです。世界48カ国の中心で世界代表として歌い上げた日本人女性の活躍について紹介していきます。そもそも世界最大の軍楽祭とは一体どんなものなのでしょうか。正式名称はロイヤル・エディンバラ・ミリタリー・タトゥー。イギリス・スコットランドで開催され、会場であるエディンバラ城前広場には毎年約22万人が集まる大規模なイベントとなっております。イギリス軍の軍楽隊はもちろん、世界各国から招待された軍楽隊やバグパイプバンドが参加します。それぞれが自国の伝統的な音楽を演奏したり、民族衣装をまとってパフォーマンスをしたりして観客を魅了することが特徴となっています。そんな世界的な音楽イベントに2017年、日本からは陸上自衛隊中央音楽隊が初参加。自衛隊の演奏も高く評価されていましたが、ひときわ注目を集めたのが松永美智子さんです。彼女は2014年10月、陸上自衛隊の音楽隊で初となる声楽要員として配属されました。それからさまざまな舞台で陸上自衛隊中央音楽隊が演奏を行うたびに、松永さんの歌声は大きな話題を呼ぶようになります。そしてミリタリー・タトゥーにおいて、世界中の軍楽隊の中央で独唱を行うと、国内外から一気に注目を集めることとなるのです。松永さんが3カ国の全員の伴奏の中で歌ったのは、レナード・コーエンの楽曲、ハレルヤ。1984年に発売されたアルバムに収録されたこの曲は、ジョン・ケイルがカバーすると2016年に爆発的ヒットが起きます。ヨーロッパのさまざまな国のチャートにランクインするとことはもちろん、ローリング・ストーンの選ぶオールタイム・グレイテスト・ソング500に選ばれたり、300を超える数のアーティストによってカバーされていたり、海外ではすっかりおなじみの曲となっているのです。もちろん歌詞は英語ですが、陸上自衛隊音楽隊の松永美智子さんは圧倒的歌唱力で「ハレルヤ」を歌い上げます。このすぐ後に見ていただく実際の映像の中でも、その圧巻の歌声は一つの見どころになっていました。他の注目ポイントとしてはやはり、世界の軍楽隊が集まって一つの楽曲を演奏している光景でしょう。大きな城の前でライトアップを受けながら、いろんな国の人たちがパフォーマンスをする様子は感動的なものとなっています。そんな光景と世界を代表して歌う松永美智子さんを特に楽しみながら、当時の映像を見ていただければと思います。それでは2017年、イギリス・スコットランドで開催された軍楽祭、ロイヤル・エディンバラ・ミリタリー・タトゥー、フィナーレの様子をご覧ください。
いかがだったでしょうか。歴史ある建物の前で世界各地の軍楽隊が協力してハレルヤを伴奏する光景は素晴らしいものでしたね。何よりその中で参加者全員を代表して松永道子さんが英語の歌詞を見事な声で歌い上げるシーンは特に圧巻でした。実際当時の様子が動画サイトに公開されると、この日本人女性はすごい、一体何者なんだ、毎回エディンバラタトゥーのエンディングは彼女に任せるべきじゃないだろうかなどと称賛の声が相次ぎました。現地観客の評価も非常に高く、松永さんは世界代表として完璧なパフォーマンスを見せたのです。音楽の面でも陸上自衛隊音楽隊は世界から認められている、そんなエピソードの紹介でした。今回の動画はここまでとなります。このチャンネルの他の動画もぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。